おはようございます。おはようございます。本日はですね、今までなかなか紹介することのできなかった僕たちが車中泊している車をご紹介したいと思います。6ヶ月以上経って初めて車内紹介。そうだね、今公開されている動画とは季節が若干違うかとは思うんですが、進行中の公開動画も分かりやすくなると思いますので、ぜひ最後までご視聴いただけると嬉しいです。それではどうぞ。私たちの車はトヨタのシエナ2014年式で、日本ではちなみに未発売のモデルとなっております。はい、ではね、まずベッドについて紹介したいんですけど、私たちね、ルーフキャリアを持ってないんですよね。っていうのも、アメリカのこの旅が終わったら日本に帰ろうと思ってるので、なるべく物を増やさないようにしようと思ってて、それでルーフキャリアを買わなかったんですけど、なのでキャンプ道具とか、床下の収納に入らなかったものを全部一旦助手席に移動してからベッドで寝るっていう形になります。ベッドはさっきまでいなかったベッドは長さが190センチ、横が135センチで、アメリカでいうところのフルサイズになりますかね。1人で寝るとこんな感じで、2人で寝たらこういう感じです。全然広いですよね。すごい快適に寝れてると。はい、それではベッドの構造を紹介していきたいと思います。最初ベッドはスライド式のベッドを採用して作っていました。ですがこれはもうとても使いづらくて、不評を立ったので、8分割になっているベッドに変えさせていただきました。これは、レザーを貼っていて、ベッドのマットレスもかなり厚みがあるのですごく使いやすくなりました。ではこちら、中の方を紹介していきたいと思います。はい、ではベッド下の収納についてちょっとね紹介していきたいと思うんですけど、まず、今回そのアリゾナで2回目の DIY をしてもらって、ちょっと改造してもらったんですけど、いろいろまずね、新しくついたのがこの引き出し。これね、ここの2段階伸びて、ここがねテーブルになるんで、アウトドアのね椅子とかここに置いて、こうやって作業したりとか、コーヒー飲んだりとかご飯食べたりとかがこれできるっていうね。でそれあってよかったよね。ほんまに助かったで、あとこのちょっとね、帰国寸前ってこともあって、収納してた荷物は結構ね今も出してパッキングしちゃったんですよね。なので実際に何を入れてたかっていうのをねちょっと見せれないんですけど、ここにはね一応、調理器具、このテーブルでねガスコンロ置いて調理とかもできるから、基本的にこの中には調理器具とか調味料とかそういうものを入れてました。ここにちょっとまだね残ってるんですけど、これがガスコンロですね、ストーブで、これちょっと変な顔書いてありますけど、私のサイン。私のサイン確かに銀行でもこうやって書いてあったそうかしらこれがそのマルチグリドルとか、そういう調理器具を、でっかい調理器具ね、引き出しに入らへんやつをこの下に入れることもできます。この右側ですね、こっちは左よりもちょっと、このね高さがあるんで、こっち側に入らへん調味料、こういうなんかボトルのやつとかをこう入れたりとか、あとはインスタント食品とか入れたりとかで、こっちの下はちょっと今ね汚いんであれですけどこっちも収納がね結構高さがあるんで、大きいものをね片付けたりとかっていう感じになります。頭打ったやろ見てしまってよ、ガクンってなって見らんとって。この真ん中の収納なんですけど、こっちがフライパンとかね、グリル系のもの、調理器具と、あと、お椀とかそういうお皿とかをここに入れてて、でこっち側はね今もう取っちゃったんですけど、化粧水とか日頃のそういう
肌ケアみたいなやつを入らへんやつ、ここ高さあるんでこういうとこにしまってたりしました。でちょっとねまだ衣類がここに入ってるんで蓋してあるんですけど、ちょっとそっちさゆちゃんだけど臭ちょっと今蒸してある状態ですけどもでこっちはお互いの服入れるとこで、今思ったらでもすごい小さいね。こんなとこによく入れてたよねそれだけ荷物は減らしたもんね、やっぱりね。一応もう服全部下着とか、上の服下の服全部ここの1個ずつ使ってもう押し込んで入れてましたっていう感じですね。あとはここにも1個ずつねベッドのマットレスが置いてあるんですけど、その下にもねこういう風に水だったりとか、水もねこれやっぱ40個単位とかで買った方が断然安いんで、いつもウォルマートでこれ40本入りで5ドルちょいやったかなのを買ってここに入れて冷蔵庫に移すっていう感じにしてました。でもアリゾナなんか行ってる時は暑すぎて2日3日でなくなったよね。いやほんまに2リットル以上お互い乗れたんで、ほんまに40本あってももうほんま筋すれな大変でした。はい、この引き出しなんですけれど、場所がねだいぶ足りないっていうことで、さゆちゃんからの要望があって作ったんですけれど、これやっぱりね初心者にはだいぶ難しくて、ここのレール取り付けるのに高さだったりとか奥行きだったり、もうこの辺のサイズ感がもう全然分からなくて、これはもうほんと苦労しました。でつけた後、これはロックがなかったのでロックをこれをつけて、引き出しが走ってる最中にスライドが飛び出さないように、これはもう途中で気がついて変更しました。後ろバコバコいってたのね、走ってる最中にドーンって出てしまったりとかねあったね。ベッドの土台作る時も車の中がどこがそのね平らになってる場所でどことどこの高さが違うのかが分からなくて、これもう平らじゃないんですよ。ここトランクの部分穴が開いてて、向こうとは高さが違うんで、この長さをこっちはこっちで変えたり、でもこの全部一つのくくりで作ってしまったんで、前後の高さが違うっていう部分もめちゃくちゃ苦労して、結局何回もこうねガタガタしてしまったりとか、あとは高さが足りなくてこの引き出しを入れようと思ったんだけど、ここが高さが足りなくて引き出しがつけれなかったりとか、結構これは何回もやり直して苦労しました。っていうのはもう上に乗ると僕はもう中で着替えすることもできないし、食べ物食べるのも結構難しくてこれ90度曲げてもなのでこれもうねだいぶここの場所作るのにはいろいろ苦労したんですけど、形になってから寝るのは本当に快適になりましたね。はい、だいぶ快適になりました。では次はキッチンですね。これもこの中にね IH クッキングヒーターを埋め込んでるんで、お湯沸かしたりとか簡単な調理をするときはこちらを使いますね。でここに乗せてやる感じです。結構簡単な調理じゃなくてもいけたよね。そうやなキャンプ場で結構コンセントついてるところもあったりしたので、直接 IH つないで、この中でやりながらいろんなことできたりとかすごい活用してます。あとは蓋を外すと中がシンクになっています。ちょっとねスポンジとかソープとかをねちょっと処分しちゃったんですけど、この蛇口も電動になっているのでここを押すと水が流れます。でこちらキッチンの裏側なんですけど、このスライドドア開けたら直接こういう風になってて、このシンクのねここが排水になってるので、このゴミ箱に直接溜めて、でアメリカはね結構サービスエリアとか、あとはラブズとかのねそういう大きいトラックステーションとかにも排水のできるところがあったりするので、あとキャンプ場ですね、キャンプ場とかにもあるのでそこで捨てます。
でこっちが、給水の水になってます。ここから吸い上げて出してくれてる感じですね。でこの辺はそのお風呂セットとかが収納できるようになってます。はい、では僕たちの大切な冷蔵庫ですねもうこれ大活躍。やっぱ暑い時には冷蔵庫がなかったらもう生活できないよね、その水もやっぱり冷えたものが欲しかったりとか、あとはやっぱお酒飲むのも好きなんでね、僕はビール冷やしておきたいっていうのがあったりとかしたんで、これにはもう大変助けられました、でこれの特にいいところっていうのは大きさも45リッターあるんで大容量なので、だいぶ入れたいものがたくさん入りました。設定変更ができて、これは冷蔵にも冷蔵と冷凍に分けることも、冷凍として使うこともできます。これのいいところは本当にここにもこの仕切り一つで、冷凍と冷蔵に分けたりもできるんで、とても便利でした。極寒の中撮影しております今回一番最初にやっぱり DIY したっていうのは椅子を外して、ここ床を作りました。すごいフローリングですね。でこの床もやっぱり初めてのDIY みたいな感じだったんで、工具の使い方もわからずだったり、型を取るのにも困ったりとかいろいろしたんですけど、思ったより上手にできたかなとは思います。なので他のことにもいろいろ着手してみようということで、ベッドができたりキッチンができたり、この辺冷蔵庫も枠に収まっているので移動中も揺れずにしっかりはまってます。でこちらは僕たちはバッテリーを積んでいるので、ここにレッドオドさんのバッテリーが入ってます。これが 12.8V で200アンペアのバッテリーになります。でこれがインバーターですね。インバーターは2000から4000あるんで、これもすごく大きなものなんですけど、これのおかげで電気がたくさん使いました。でこの下にはレノジーの走行充電器が入っています。これのおかげでね、どこに行っても電気に困ることなく生活できたんですけど、たまに低電力になってしまって、走行充電できなくて困ったっていうことが何度かありました。そうですね、動画内でもね何回か朝の挨拶で今日もバッテリーが切れてる何回かありましたね。冷蔵庫がいろいろ冷凍にもなるしっていう部分はすごく快適だったんだけど、アリゾナのような暑いところでは冷凍機能をちょっと使うには外気温が高すぎて、相当ね冷蔵庫が頑張ってたっていうことがありました。はい、ということで、車内を紹介していったわけなんですけれども、今回ね2人とも全く DIY 経験がないっていうのと、車を購入してからね1ヶ月ちょっとぐらいしか出発まで期間もなくて、しかもその半分以上ぐらいはどちらもねフルタイムでまだ仕事をしながらとかだったので、その割にはねすごい頑張っていろいろできたんじゃないかなと思うんですけど、お金もかけられなかったしね、必ず帰る期限っていうのはあったので、今回はここまでしかやらなかった、もっとやりたいことがたくさんあったけど、でも日本に帰ってからもね、どうなるかわからないけれどいろいろなことチャレンジしたいんでね、今回こういうことをアメリカだけどやってみたっていうところでした。やっぱり最後までね生活のしづらさっていうのはもちろんあったんですけど、今から改善するっていうのはなかなか難しくて今はこういう形になりましたけれど、でもこれはこれでとても楽しかったです。ちなみに道具とかね一式いろいろ DIY に関する、ネジだったりとか部品だったりも今回全部買ったんですけど、もうこれはほとんどがローズっていうアメリカのホームセンターですね。一般的にはよくホームデポっていうところが特に人気なのかな、ちょっとわからないけれど、でも僕らは今回
主にローズを使わせてもらいました。ホームデポもちょっと利用したけど、もちろん行ったけどね。結構穴場っちゃ穴場やったんですよね。なんか結構隣とか近いところにあったりするけど、ホームデポの方が人が多くて、ローズの方がまだ人も少なくて買いやすかったりとか、いろいろ聞けたりとか、これとこうとか利用しやすかったのもあったんかなって感じかな。ホームデポにはないけどローズにあるとか、ローズにはあるけどホームデポにはないとかっていうものも結構、うちも一緒よ。でもなんか行ったり来たりもしたな。こっちないけどとか、こっちちょっと安いけどとか、やっぱね、物の価格とかもちょっと違ったりしたんで、どっちも行ってみるのも面白いんじゃないかなと思います。でこの動画が出るのは実は旅が終わる前かもしれないんですけど先にねちょっと車内紹介してみたいなということで、今回は車内紹介の動画を撮ってみたでした。ということで、こんなに寒い中よく頑張ったなと思ったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。では最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。またねー。またねー。